技術的負債3000万円を俺のせいにされた結果、お前が2年間放置したせいだろ。ギットブレイムが全て証明してるけど。俺は31歳のシニアエンジニア、大手 SIR で銀行の基幹システムを保守してる。担当してるのは10年前に開発されたかなり古いレガシーシステムだ。俺がこのシステムの保守を担当して2年。正直めちゃくちゃコードが汚い、バグだらけ、セキュリティも穴だらけ。何度もマネージャーに改善時間をくれって頼んだ。でも毎回却下されてた。そんな時間はない。優先度が低い。このマネージャーは5年前までこのシステムの開発を担当してたらしい。だから余計に直したがらないのかも。あるあるだな。自分が書いたコードの問題は認めたくないってやつか。会社に外部のセキュリティ監査が入った。俺の担当してるシステムも対象だ。正直嫌な予感しかしなかった。 CTO から緊急のミーティング招集がかかった。この CTO は3ヶ月前に新しく就任した人で、技術に詳しくて厳しいことで有名だった。監査報告書が届いた。結論から言う。最悪だ。脆弱性が32件も見つかった。 SQL インジェクション、クロスサイトスクリプティング、認証不備、バグも200件以上だ。そんなに。技術的負債の総額は3000万円相当だ。これを全て回収するには莫大なコストがかかる。3000万円。やばすぎる。レガシーシステムあるあるだな。で、このシステムの担当は誰だ？この2年間は一致が担当しています。ちょっと待ってください。私が開発したシステムを引き継いで2年間保守を任せていました。一致、お前2年間何をやってたんだ？いや、でもこのコードの大半はマネージャーが5年前に書いたもので。5年前の話を持ち出すな。お前が2年間保守担当だったんだろう。改善する責任はお前にあったはずだ。でも何度も改善時間をくれって頼んだじゃないですか。そんな記録はないな。なんだと？お前の管理能力が低いだけだろ。嘘つくなよ。これはひどい。責任転嫁じゃん。一致証拠はあるのか？それが今すぐには出せないんです。ほら見ろ。証拠もないのに人のせいにするな。それは口頭でのやり取りだったので。証拠がないならお前の責任だ。この3000万円の損害どうしてくれる？損害って懲戒解雇だ。さらに損害賠償1000万円を請求する。1000万円。そんな俺の人生終わる。自業自得だな。明日から自宅待機だ。処分が決まるまで待機していろ。家に帰ってもずっと考えてた。懲戒解雇に1000万円の賠償。このままじゃ俺の人生が終わる。でも待てよ。このまま黙って負けを認めるのか？いや、そんなわけにはいかない。絶対に証拠を見つけ出してやる。俺はエンジニアだ。証拠ならログに残ってるはずだ。俺は自宅で徹底的に調査を始めた。まずは Git のコミット履歴を全部洗い出す。誰がいつどのコードを書いたのか全部
記録に残ってるはずだ。きっと最強。ログは嘘つかない。会社では大騒ぎになっていた。同僚からスラックでメッセージが来た。一致、大変なことになってるな。マネージャーが朝会で言いふらしてたぞ。なんだってそんなこと言ってるのか。一致が無能で会社に3000万円の損害を出したって懲戒解雇になるらしいって噂が広まってる。あいつなあ、お前は俺を信じてくれるよな。それはその悪いけど俺も立場があるんだ。マネージャーの味方する方が安全だし。お前までこれだから保身野郎は本当の友達じゃなかったんだな。一致孤立無縁じゃん。さらに追い打ちがかかった。人事部から呼び出しがかかった。イッチさん、重大な規律違反の疑いがあります。規律違反何のことですか。マネージャーから報告がありました。あなたが業務時間中にゲームをしていた。コードレビューもサボっていたと。そんな事実はありません。逆に俺はコードレビューで何百件も指摘してきた。証拠はありますか？ GitHub とこちらのログを見ればわかります。それについても確認しますが、懲戒委員会の開催が決定しました。それまで引き続き自宅待機です。自宅に戻って一人で考えた。同僚も味方してくれない。マネージャーは次々と濡れ衣を着せてくる。このままじゃ本当に終わる。いや、諦めるな。俺には証拠がある。ログは絶対に嘘をつかない。徹底的に調査してやる。真実を暴いてマネージャーを完全に論破してやる。その息だ。証拠で叩き潰せ。一致、頑張れ。俺は徹夜で証拠を集めることにした。まず最初にGitブレイムを実行する。これで全てのコードが誰の手で書かれたかわかる。スクリプトを書いて全ファイルを解析。作成者ごとの行数を集計していく。結果が出た。これはマジかよ。思った以上にやばい数字が出てきた。そう、コード行数は5万行。マネージャーが書いたコード3万5千行。俺が書いたコード5000行。つまりマネージャーが全体の 70% を書いてる。これは決定的だな。 70% とか言い逃れできない。でもこれだけじゃ足りない。次はソナークで技術的負債を分析する。ソナークではコードの品質を定量化するツールだ。バグ、脆弱性、コードの複雑さを全部スコア化できる。ローカルでスキャンを実行。やはり技術的負債の総額3000万円相当。うち2400万円分がマネージャーのコード全体の 80% だ。俺のコードの技術的負債は300万円分 10% だけ。さらに脆弱性スキャンをやる。 OWASPGAP とスナイクを使ってセキュリティホールを全部洗い出す。深刻な脆弱性が32件検出された。そのうち28件がマネージャーのコードだ。俺のコードの脆弱性は2件のみ。20は1対2。
圧倒的じゃないか。次は高度クライメートで複雑度を分析する。高度の複雑さを A から F の6段階で評価できる。 A が最良、 F が最悪だ。分析中結果が出た。これは決定的だ。俺の高度の 80% が評価。マネージャーの高度の 60% が評価。 F 最悪、評価が6割とかまともに書けてないじゃん。これは恥ずかしい。さらにキットのコミット履歴を詳細に分析した。この2年間で俺は1200件のコミットをしてる。そのうち800件がマネージャーのコードの修正。マネージャーが書いたバグを500件も修正してた。俺はマネージャーの尻拭いをしてたんだ。むしろ感謝されるべきだろ500件の修正とか成人かよ。次はチラのチケットを確認する記録はないって言ってたけど、チラには全部残ってるはずだ。俺がリファクタリング時間を要求した記録、これがあればマネージャーの嘘を証明できる。あった。この2年間でリファクタリング要求を24回出してる。マネージャーはすべて却下してる。却下理由は全部優先度が低いだ。記録はないって言ってたよな、マネージャー。完全に嘘じゃん。24回全部却下とか鬼畜すぎる。最後に GitHub のコードレビュー記録を確認。俺はマネージャーのコードに320件の指摘をしてる。でもマネージャーはすべて放置してた。後で直すって言ったまま5年間放置。これで完璧な証拠が揃った。 GitBlame でコードの 70% がマネージャー作。ソナークで技術的負債の 80% がマネージャーのコード脆弱性。32件中28件がマネージャーのコード。俺はマネージャーのバグを500件修正。リファクタリング要求24回すべて却下。コードレビューで320件指摘すべて放置。この証拠があれば完全に論破できる。すべての証拠を PDF レポートにまとめた。グラフや表で視覚的にわかりやすくした。これを CTO に直接メールで送る。送信完了。さあマネージャー、このデータにどう言い訳するつもりだ。すぐに CTO から返信が来た。明日緊急役員会を開催する。出席してこの証拠を説明してくれ。やっと俺の番が来た。いよいよだな。マネージャーを完全論破だ。楽しみすぎる。会議室には役員全員が揃っていた。 CTO、社長、そしてマネージャー。マネージャーは余裕の表情だった。どうせいいわけだろ。一致プレゼンを始めてくれ。はい、それでは説明します。まず GitBlame によるコード作成者の分析です。そう、コード5万行のうちマネージャーが3万5000行、全体の 70% を書いています。 70%。それは5年前の話だろ。次にソナークでによる技術的負債の分析です。技術的負債3000万円の
2400万円分。80% がマネージャーのコードです。 80% だと。これは看過できない数字だ。待て、それは当時の仕様に従っただけで。言い訳は聞き飽きました。次に静寂性スキャンの結果です。深刻な静寂性32件のうち28件がマネージャーのコードです。私のコードの静寂性は2件のみです。28対2か。圧倒的だな。さらにコードクライメートによる複雑度分析ではマネージャーのコードの 60% が最悪評価 F です。対して私のコードの 80% は最良評価 A です。マネージャー、これはどういうことだ？そんな。でも次に Git のコミット履歴の分析です。この2年間で私は1200件のコミットをしました。そのうち800件がマネージャーのコードの修正です。マネージャーが書いたバグを500件修正しました。500件のバグ修正。私は2年間マネージャーの尻拭いをしていたんです。さらにこちらのチケット記録です。私はリファクタリング時間を24回要求しました。マネージャーは全て却下しています。マネージャーは記録はないと言いましたが、こちらには全て記録が残っています。嘘をついたのか、マネージャー。いや、それは私は忘れていただけで。忘れたで済む問題じゃないぞ。最後に GitHub のコードレビュー記録です。私はマネージャーのコードに320件の問題を指摘しました。マネージャーは全て放置しました。後で直すと言ったまま5年間放置です。以上の証拠から明らかです。技術的負債の真犯人はマネージャーです。それは。でも言い訳は聞きたくない。データは明確だ。技術的負債の 80%2400 万円分はお前の責任だ。マネージャー、即日降格だ。平社員に降格、損害賠償1500万円を請求する。1500万円。そんな俺の人生が。因果応報だな。カットした。イッチ、君には申し訳なかった。ありがとうございます。君の分析力と技術力は素晴らしい。君のおかげで真実が明らかになった。イッチをエンジニアリングマネージャーに昇進させる。マネージャーにさらに特別ボーナス200万円を支給する。年収も150万円アップだ。ありがとうございます。俺はエンジニアリングマネージャーとしてレガシーシステムの全面改修プロジェクトを始めた。新しいチームメンバー5名も採用できた。今度こそ最高のシステムを作り上げる。技術的負債のないクリーンなコードでね。元マネージャーは降格されて評判を落として半年後に自主退職した。 IT 業界から完全に消えたらしい。完全勝利だな。イッチ、お疲れ。ギットブレイム。すげえ。最後まで呼んでくれてありがとう。エンジニアの皆さん、ログは絶対に残しておこうな。証拠が全てを語ってくれる。虫をつ。めっちゃスカッとした。データ分析最強。 Git ブレイム覚えた。そなあくべ使ってみるわ。いい話だった。